こんにちは。株も立てるようになったし、今回はエンジンの中を見ていきたいと思います。一応エンジンがかかるのは確認しているので、致命的な不良はないと思いたいです。整備するというよりは、綺麗にするために開けることになると思います。そんな風に考えていた時期も、ありました。下準備。プラグを外してみます。まあ普通かな。ドレンボルトを外してオイルを抜きます。なかなかの黒さです。とにかく開けていきましょう。作法なので、一応上視点に合わせます。フライホイールの T マークを探しますが、錆びててよくわからないです。T マークを見つけましたが、なんかやたらと遊びがある感じがします。こんなもんなんですかね。まずはシリンダーヘッドから、横についている錆びたボルトを外します。カムスプロケットを外します。シリンダーヘッドが外れます。燃焼室は思ったより普通ですね。ヘッドの分解は後にして、シリンダーを外します。シリンダーの内壁は、少し縦傷がありますが悪くはないです。ピストンには縦傷と焼け跡、シリンダーに比べると割と深刻です。一応、洗ってみたらこんな感じです。やっぱり傷は深いですね。続いてフライホイールを外します。フライホイールプーラーの出番です。以前交換したインナーチューブで延長して回します。外れました。内側が結構錆びてますね。ステーターコイルも外します。
プレス株はスーパー株より発電量が多いので、転送品をつけても余裕がありそうです。次はクラッチ側を当てていきます。開きました。黒くなったオイルと大量のスラッジが見えます。ブレーキシューは交換してるのに、オイル交換はケチってたんですかね。クラッチも外していきます。これはオイルポンプ。プライマリードリブンギア。クランクケース終わります。はい、割れました。汚れがひどくて、よくわからないです。クランクベアリングとコンロッドは、ガタもないし大丈夫そうです。ミッションを外します。ここのボルトが隠れていて、ちょっと探しました。ここの蓋が取れないんですが、とにかく、一度洗ってからですね。今回外れた部品たちです。ここから、さらに分解しながらきれいにしていきます。今回使った道具たちです。作業が終わったらきれいにしましょう。楽しい楽しい、お掃除の時間です。モノタロウで買った、粉末パーツクリーナーです。量は適当です。大変でしたが、綺麗になりました。狭い場所には、金属の粉をオイルで練った、粘土のようなスラッジが大量に詰まっていました。と
特にフィルターの役目もあるクラッチには、恐ろしい量のスラッジが詰まっていました。次は、エンジンを組み立てていきたいと思います。お楽しみに。